毎度おなじみ定住の番組。押し集めであります。早速だけど、これは何をやってるの？チケットの回復が待ち遠しい。今だ！おっと突然のトークン消費だ。チケットの自然回復のおかげで5トークン節約できました。相変わらずせこい。こういう積み重ねが大事だよね。珍しいレースシーンなのだ。レースゲームの動画としてどうなのよ。このシリーズにレースシーンは不要だから。レースゲームの動画としてどうなのよ。カネックストレゾーハンドリング早速のアンロックであります。しかしカーハントにトークン消費は珍しい。そうですね、普段ならやらなかったかもしれない。基本的にはケチだからね。今回に限っては必要に迫られたという側面がある。どうしても四つ星にする必要があった。アルティマのスペシャルイベントとの兼ね合い。エピックパーツが欲しかった。これはアルティマのカーストに必要な先行投資でした。ケチでも必要な時は使うんだね。さあどんどん行きます。トレゾーカネックスこの辺りでトークンを使うのをやめました。間に合いそうな予感がしてまいりました。たまらねえぜ。やはりスターアップは最高やで。もう一度やりたいぜ。一度と言わず二度やってやりましょう。やってやるぞ。気持ちを新たにサードステージへと駒を進めていく。悶絶の空中庭園定期。さあ第3ステージ。サードなのか第3なのかはっきりしろ。加速難なく突破サードステージ。表記入れがひどい。言うほど難なくでもない。思い起こせばこれは年末のイベントだった。ちょっと急ぐ必要があったよね。ガレージ紹介を年末に公開するときに四つ星にしたかった。ギリ間に合ったけど。公開前日まで周回していました。まあ頑張った甲斐はあったかな。おかげさまでガレージ紹介の視聴数は上々です。ありがとなす。最終ラウンドだ。最高速カネックス長く苦しい戦いだった。年末でバタバタしました。この車の特徴は何でしょう？バランスは良さそうでしょうか。でも数値ほど曲がらない気がするけど。一理ある。乗り方次第ではなかなか強そう。レジェンドパス早期アクセス車の中では使える方かも。また金利も解禁されて嬉しいです。あまり使う機会はないけど。早速グランプリが終わりました。よく見たらランクの暴力がひどい。この環境でよくぞ1位になったものだ。ひどい字が持参である。カネックス加速遅いやつ。加速バグってたやつ。加速遅いやつ。コスト悪いやつ。ニトロあるやつ。ドバババババ。成し遂げたぜ。まあこんなものだろう。トークンを使わずに入手できました。ええんちゃうか。最高ちゃう。これでしばらくガレージの肥やしになるかと思われましたが、運よく設定図が手に入った。そのあたりを次のチャプターで紹介するのだ。なるほどぞみたいな感じだね。マルチの報酬をいただくぞえ。それってなんだよ。舛添陽一上海未来汽車 S1。あと1枚足りないね。むしろあと1枚になったと考えよう。当然の権利のようにワイルドカードの出番であります。当たり前だよな。よし、じゃあぶち込んでやるぜ。 S1。たまらねえぜ。この車についてお話しします。一見すると加速の良いバランス型。でもそれは大きなミステイク。加速が良すぎると曲がらないんだよね。このハンドリングの数値は飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよ。結論として非常に扱いにくい車です。前傾しやすいのも気になるところです。さあ続きましてはスティングレイ。割と最近紹介したような。すぐにカーハントが来ると分かっていれば後からまとめて紹介していたんだが。ちなみに今回が無課金初開放です。それは喜ばしい。カネックスハンドリングスティングレイ三つ星で21枚は良心的ですね。これぐらいでいいんだよ。今回は5つ星を目指してまいります。間に合うの？頑張るしかないよ。さあ自分と向き合って我慢比べの始まり。ゲームは楽しむもんだよ。おっしゃる通り。動画の編集も楽しんでいきたいところさん。どんどん更新していこうよ。フレッシュテンポよく星は増やしていく。彼の努力は全てカットです。ワンダでも修行する会はアンケートの結果が悪いという。才能が重視されるわけだわ。また俺なんかやっちゃいました。チートすぎるのも困りものだ。何事もいい塩梅というのが難しい。何の話をしてるんだか。さあファイナルステージ。スティングレイ最高速。スティングレイ。
設計図がダブってしまった。孤独のグルメオツ。ライオットでこの車に乗ってみたんですけど、悪くはない性能だと思いました。悪くはないんだけど、フェラーリのあれでいいよねっていう。クラス C はフェラーリのあれで全て解決。ちょっと万能すぎんよ。おっと、これは最近の映像です。 3年前からだいぶ盛り返しましたね。ようやく動画のストックが底を見せ始めた。終わりの始まりなのだ。それはそれとして、今は何をやってるの？グランプリの準備ですね。自分の腕に自信がない者は車の性能で勝負するのだ。ガバ勢の自己紹介を打つ。了解、1足りない。よろしい。ならばカードパックだ。実はグランプリのプラクティスで設計図1枚拾えた。トークンがもったいない。今後の展開上、無駄にはならなかったけどね。それでは先の展開を楽しみにしよう。よし、じゃあぶち込んでやるぜ。オスお願いします。いい点数。グーナイン。後藤暴力。この顔あれ。1の日産。スクーデリアキャメロングリッケンハウス。キーマン。NSX。1の日産。Black Series きっちり底引き発進です。見せてくれます。これがクズン。最初は2つ星で戦う予定でしたが、ティア2に入ってしまいました。これは実力不足が懸念されます。車の性能でカバーしなった。ということで3つ星まで上げます。レース前の準備が結果を左右する。さあ気持ちを切り替えてドーンに期待したい。いきなりキーマンマイバーグーナイン Black Series NSX アイコナセンテナリオさん1の日産 Black Series これは副長気配。本来の確率に戻してきた。さあお次はどうか。ゼロ後藤暴力コズモレンジャー J9 異国情緒あふれる乗り物いい点数。 Black Series スクーデリアキャメロングリッケンハウス50周年カールが Black Series 可もなく不可もなく。一番ネタにしづらい。格の違いを見せな。コズモレンジャー J9 ヘミヘミコンピュータカマロアルビエリキーマンオマージュバールカンラメボン50周年。格の違いを見せたね。オーンウッシャウイ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 ケンナオコ1の日産ラメボンアイコナ Black Series 後藤暴力ルンデルトヘミヘミコンピュータベンツくん Black Series せかされてる感じがする。889早くか。同じことの繰り返しよ。50周年ポルポルくんマイバーバールカンエボーラヘミヘミコンピュータアルビエリフォルクスワーゲンラフェラーリまたしても妖怪底引きじゃなきゃスターアップしてる。マイナスあるでラメボンいったーこれは OK でしょう。1の日産水素の音ヘミヘミコンピュータうわーマイバーあるが G 面75 Black Series あと1枚足りないと思っていたら21枚も出たでござるの巻。行き過ぎ。排出率が悪くても15枚を引けたら全部チャラよ。ここ一番の爆発力。こうなってくると4つ星まで見えてきました。普段なら多分あげないけど。ティア2なんですよね。1位になるとエピックパーツが3枚ということでランクの暴力ね。アドバンテージを生かしていく。必要な設計図は9枚。最悪でも30円で終わります。連続の底引きあるで。やめてくれよ。キーマンベンツくん異国情緒あふれる乗り物グーナイシェルミチャレンジャー50周年グラスト G 面75。今無理やり勝ちに行って肝心の9月に負けたらどうするんや。今勝っても9月に勝っても同じ一生やろがい。オーン俺は感じたんよ。いきなり連続水素の音ドバー止まんねえな。カールがジャガー横田異国情緒あふれる乗り物ケンナオコ終わり。排出率が 10% を超えて15枚引きが2回。控えめに言ってゴーンすぎる。運が良かったのは確かだが、この車に運を使っちゃうのがクズーよね。ジェスコでこういう引きをしたかったのだ。2020クズーンにもいろんな種類があるんだね。次回は偏りのクズーンをお見せする予定です。ということで今回の動画ももうちっとだけ続くんじゃ。無事に1位であります。結果だけ見ると圧勝しているように見えます。実際は見えない駆け引きがあったかも。2位の方は最後のラウンドはポイントなし。すでに2位以上が確定していたからね。私が手を抜けばたちまち順位は入れ替わっていたでしょう。まあ勝ててよかったね。神エピックパーツ加速遅いやつコスパ悪いやつ加速遅いやつふさふさなやつニトロあるやつニトロあるやつニトロあるやつ加速までってたやつニトロあるやつ加速遅いやつでカールやっぱりティア2の報酬は美味しいね。たまらねえぜ。
それでは最後にこの車についてコメントをお願いします。なんとも言えねやっぱり曲がらない車はね。え。乗っていてもそこまで楽しくない。結局あれでいいじゃんってなっちゃう。あれがオーバーすぎた。一応クラス C の最大ランクは更新したんですけど、キングという感じではない。四つ星まで育てておいてのこの言い草。フォルムは好きだけどね。ということで、今回の動画はここまでですか？今回の動画はここまでですよ。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。